九州屈指の絶景が広がる人気の観光地、宮崎県高千穂町。絶景スポットといえば高千穂峡が有名ですが、ここだけじゃないんです。そしてさらに山奥のエリアに行ったら、とんでもない秘境スポットを発見してしまいました。今回は神秘的な絶景スポットメインで観光していきますので、自然の景色や絶景スポット巡りが好きな方はぜひ最後までご覧ください。日本全国の旅行動画を配信中。チャンネル登録と高評価お願いします。でこのうねうねカーブを下っていった先に、橋渡ったとこに駐車場があるんかな。高千穂は人気の観光地でかなり混むので、ゴールデンウィーク明けの平日閑散期の朝早くを狙ってきたのですが、まあこの時間だったら満車ってことはないでしょう。満車？第一満車フル。朝8時過ぎで満車なの？高千穂ってそんな混むの？第二駐車場から歩くんですか？なんか俺初めて通るぞ。ここはどこだ？めっちゃ混んでんね。舐めてたわ。すごい、こっち側初めて来たわ。こっちも景色いいね。へえ、すごいね。マジか、朝8時でこんな混んでんの？前回さ、冬だったからか。じゃあ12月寒い時期は空いてんだね。前回多分10時とかに来て、9時半だか10時だかそんぐらいに来ても第一駐車場止めれたんですよ。しかも駐車場代1000円。儲かってるんちゃいますか？第一と第二だったらそんなに歩かなそうですね。第一駐車場が一番いいんですけど、立地はボート乗り場の目の前なんで。ただ第二駐車場からでも全然遊歩道近いので、なんとかなるでしょうっていう。おはようございます。で、こちら一方通行ですので、お帰りは前に出ますね。出口向こうになります。一方通行なんだ。いやでも考えられてるね。やっぱ駐車場一方通行はね、レンタカーが多いエリアだとありがたいよね。でもすごい、第二駐車場もさ、もうこんな混んでんだ。ゴールデンウィーク明けだからさ、空いてんじゃねえと思ったけど、ちょっと舐めてましたね。いや、こんなに混んでるんだ。びっくり仰天ですわ。ということで、朝の散歩がてら高千穂峡歩いてきやす。すごい、どんどん車入ってくるわ。このやばい、混み方がえぐい。いや、すごい場所にやってきたわ。いや、これもルート変更してよかったな。本当はこの高千穂峡着くまでに何か所か寄り道観光してから行こうと思ってたんで、本当はここに来るの10時半くらいだったんですよね。でも10時半にここ来たら、もう第3とか第4とか第4駐車場になってたかもしれないですね。それかもしくは前回来た時は10時くらいに来て、逆に一周回ってたまたま第1駐車場が空いてた可能性もあります。とりあえずここから遊歩道歩いていきます。第2駐車場からだとボート乗り場は750メートル先。遠いけど、朝の散歩にはちょうどいいでしょう。すごい。逆にでもこっち側初めて来たから、これはこれで新鮮だね。前回全然歩かなかったんだよね。こんなさ、こっちまで道つながってたんだ。知らなかった。でもほんと観光しやすいね。こんなさ、山奥に来たのに道がずーっと綺麗なんだよね。で、遊歩道も歩きやすいです。見てください、この素晴らしい景色。神秘的。この橋の雰囲気とかもめっちゃいいわ。でも第一駐車場に止められなかったことによってこの景色を知ることができたんでね。結果オーライということで、このカエルの鳴き声もすごいわ。で、今が、朝の8時22分。朝8時台でこんな混むんだね。だからもう絶対に第一駐車場に止めたいって人はもう7時とかでいいんじゃないかな。朝何時から空いてんだろう、駐車場。7時とかでも空いてんのかな。すごい、橋が見える。こっから。もしかしてこっちの方が景色いいんじゃね？すげえ。750メートルって書いてあったんで、何分歩くんだ？15分くらい歩きそうっすね。道はこんな感じで平坦で整備されてるので非常に歩きやすい。ボート乗り場あと500メートル。でもなんか意外と第二駐車場からの方がいいかもしんない。この雰囲気がめっちゃいい。ボート乗りたい人は第一駐車場の方が絶対いいんですけど。すごっ。まさにこんなところあったんだ。この遊歩道の存在は全然知らんかったわ。すげえ、こんな感じなんだ。そしてさらに進んでいくと、遊歩道の途中に解説板がありました。この正面に広がる岩は仙人の屏風岩といい、
高さ70メートルもあるそうです。駐車場はめっちゃ混んでたんですけど、遊歩道は空いており快適に散歩ができました。木八の力石、説明書きとかもあったんすね。あ、これか、でかっ。全然知んなかった。なんなら第2駐車場から歩いてきた方がなんか結構がっつり観光できて楽しいかもしれん。渓谷を流れる五ヶ瀬川が増水し、遊歩道が土台ごと流されるなど約700メートルにわたって被害を受け、1年6ヶ月の間通行、なるほどね。事業費は約1億4000万円。令和6年3月15だから最近通れるようになったんだ。前回来た時通行止めになってたかもしんないわ。すごい。来ました、ついに。意外と歩いてすぐ来れますね。で、朝8時台でも駐車場は混んでたんですけど、ここの展望台は団体ツアーとかがいない時間なので全然人がいません。がっつり記念撮影できます。そしてこのカメラで撮影するのも初めてなんでめっちゃ綺麗。ここは阿蘇山の火山活動で噴出した火砕流を五ヶ瀬川が浸食しできたそうです。まさに大自然が生み出した天然のアートでございます。この時間からボートやってんだ。ボートは朝の8時台から大人気でございます。駐車場は混んでたけど、全然記念撮影はできましたね。よかったわ。朝一に限りますね。とりあえずボート乗り場の方行きますかね。750メートル、なんか意外と景色眺めながら来たらあっという間でしたね。来た、高千穂峡。ここに誰もいないの初めて見た。いやマジで朝一で来てよかったです。売店とかはさすがにやってないよね。で、こっち側がボート乗り場です。混んでるね。そして第一駐車場の手前にある橋までやってきました。ここからの眺めも最高です。一応ね、取材ということでボートの料金も見ておきますか。こっちが第一駐車場ですね。でも駐車料金は一緒なんだ。1000円だ。ボートの受付は朝の8時半過ぎから大行列になっていました。なんかボートは朝8時半から5時で、4100円でしたね。第一駐車場の手前には売店もあります。名称高千穂峡。すごい、こっち側空いてんの初めて見たわ。鯉がいる。餌代100円。へえ。水きれいだね。すごい。めっちゃいる。で、こっちには飲食店とか、売店がいくつかあって、まだ営業時間前なので空いてますね。でかっ。何これ。魚と鴨の餌100円。何これ、でかくない？なんかめっちゃでかいんだけど。ナマズで、こっちにお食事処があって、流しそうめんと定食屋さんかな。あと売店。売店をやってますね。ソフトクリームとかは朝から売ってるそうですね。ボートの時間に合わせてんのかな。ボートが朝8時半からなんで、売店も8時半からやってそうっすね。言うてまだ9時じゃないんでね。高千穂町の観光マップもありました。高千穂はね、車があればね、割と近い距離にたくさんの観光スポットがあるので、ほんと最高の観光地です。そうか、バイクで来るとここに止められるんだ。バイクとかで来る分には何時に来ても大丈夫そうですね。ただ展望台が団体客とか外国人の観光客で埋め尽くされる前に、なるべく早い時間に来て撮影した方がいいと思います。展望台はね、もう並んじゃったら撮影できなくなっちゃうんでね。チョウザメ、さっきのはチョウザメだったのかな。昔この池には桜川神社があり、鵜の鳥はこの社に仕える神聖な霊長だった。これはカモだから、これは違うか。ということで、また駐車場まで歩いていかないといけないんだ。そろそろ戻れますかね。750メートル。めっちゃ混んできたね。もうこれ右側通行左側通行がめちゃくちゃになってるから、その時のタイミングで避けるしかない。展望台はもう混んじゃって、さっきいいタイミングで撮影できたわ。混んできちゃったけど、今の方が日が差して綺麗だな。展望台が混んでいる時は少し進んだ階段を登ったところから撮るといい感じに撮れます。もうすごいね。ボートも記念撮影場所の取り合いになっております。高千穂峡、素晴らしい景色をありがとう。こちらも日に照らされていい感じになっております。
すごいめっちゃ晴れてきた。おお。いやー、この鳥の鳴き声もいい感じに響いてますね。すごい、この帰り際のこの橋の雰囲気めっちゃ綺麗。神秘的だ。ということで1年半ぶりの高千穂峡でした。そして駐車場はね、第1、第2、第3、第4とあるんですけど、ボート乗り場に近いのはもう第1駐車場だけで、第3、第4となってくると結構な距離があります。いやー、ということで高千穂峡すごかったね。いやー、ちょっとルート変更して朝一でこっち来てよかったわ。いや、まさかね8時台でこんな混むと思わなかったな。で、第2駐車場からだと、一方通行で、これどこに行くんだろう。これ歩行者がいるんですよね。結構歩行者多いな。怖いですね。からの次は、高千穂町からさらにもっと山奥の方といいますか、17キロほど行くと滝があるらしくて、そこがすごいね神秘的な雰囲気そうだったので早速向かいます。次行く場所は多分誰もいないと思うんですよね。アクセス難易度がねちょっと高めです。高千穂峡から17キロっていうのと、多分道も細いので観光客はいないと思います。で、第2駐車場を抜けて出てくると、ここも駐車場なんだね。ここは第4駐車場なんだ。じゃあこっから歩いてくってなるとさ、めっちゃ遠いね。そしてここから五ヶ瀬町に入りました。町か町か分かんないですけど、多分町。いやでもほんとこんなさ山奥の方でこんなに道広いのすごいね。こう道路作るのさめっちゃ大変だったと思うんですよねこれ。いやマジでこれ先人たちに感謝ですね。なんだかんだずっと運転しやすかったっすね。キャンプ場があるんですよね。キャンプ場のところを脇に入っていってって感じらしいですね。で、これがキャンプ場で、これを脇入っていくんですよね。で、これ700メートルで滝壺駐車場なんですよね。でもあれだな、意外と車通ってそうだな。次の目的地は宇野湖の滝でございます。でも大丈夫だ、車通ってなさそうだね。もうこの道路の真ん中苔生えちゃってるんで、対向車来ることはないでしょう。対向車来ることないでしょうって言った瞬間にまさかの軽トラがいました。農家の方がいましたね。農家の方いたの前にカメラ映ったか分かんないんですけど、フロントガラスにこれスズメバチかな、なんかめっちゃ蜂がさ今何匹か襲撃してきたんだよね。今のエリアが蜂の巣があるのかな、もしかして。対向車の心配はないんですけど、ちょっと蜂怖いね。すごい道ですね。あれ、もうなんかマップだともう道ないんですよね。あった、よかった。怖いわ。こっから歩いてくんですね。ちょっと蜂とか虫に注意しながら行きますかね。長袖で行きますかね。ということでちょっと帽子とタオルと、あと虫除けスプレー、特に看板はありませんが、なんかうんこある。なんこれ。絶対動物いるやん。イノシシかな。低い声を出して威嚇しながら進んでいきます。やっぱなんか作ってるっぽいですよねこれ。なんか作ってんのかなこれ。椎茸、これを食べに来る動物がいるのかね。あとはクモの巣とかもありそうなので、自撮り棒でブロックしながら行きます。イノシシがいることはないとは思うんですけど、時間的に一番怖いのは蜂ですかね。こっから下っていくのか。そうすると滝壺に行けるんですよね。去年の5月熊本で、もうちょっとね西の方行くと大和町があるんですけど、そこの五郎ヶ岳行ったんですけど、そこは雲の巣やばかったっすね。人の気配がさなさすぎて怖いね。ただ道は意外と広い。この辺とかすごい草がで、なかなかの坂道なのと、もうここで蜂いたら終わり。結構降りてくね。思ったより遠いな。朝の散歩にもってこいだ。これダイエット効果もありますね今回の旅行は。一人だとためらうくらいの険しい道と、あと距離も結構ありました。この虫除けスプレーでこの遊歩道沿いに虫が来ないように。滝の音聞こえるけどさ、全然道に終わりが見えない。やばい、なんかある。これクモの巣じゃね。これね、上からぶら下がってたりするんですよね。すごい怖くなってきた。ちょっと誰もいない。もうこれさ遠くから見たらさ、すごい。これいける？すごい。なんかヘビとか出てきそうだわ。いやー怖い。やばい変な蜂じゃない。なんだこれ。なんかやべえのがいっぱいいる。
うわなんか今んとこやばいな。変な虫いっぱいいったわ。おおすごー。これ来たことある人あんまいないんじゃね？これ結構秘境レベル高いよ。ここまず来るまでの道が怖すぎる。一人旅でこういうとこ来る人あんまいなそうだよね。すげえ。小川の滝とかさ、五郎ヶ岳にも似たなんかありますね。来たー、到着。虫すごい、やばい。なんか磯の香りっぽい匂いがするわ。到着しました。すげえ。これすごいわ。でかっ。こんなでかいんだね。滝壺でかっ。来たー、素晴らしい絶景。苦労して歩いてきた甲斐があります。この素晴らしい景色とともにチャンネル登録と高評価忘れずにお願いします。ありがとうございます。すごいね。一応物理的には、危ないから行かないんですけど、行こうと思えばあの辺もね行けそうですけど、危ないんでねやめとこう。あまりにも人の出入りがないと落石とかがね分かんないんでね。いやでもすごいね。あそこに鯉がいる。ここに鯉もいるんだ。でも Google マップの口コミ数は、ちょいちょいあるんで、ちらほら人は来てそうですね。まるで異世界ですよ。やってきたぜ。ここ宇野湖の滝は約5000平方メートルのとても大きな滝壺を持っております。落差は約20メートル。柱状節理の奇岩に囲まれ、とても神秘的な雰囲気を放っております。いやよかった。これでここ気になってたんですよ。来るまではちょっとねためらう道はいくつかありましたが、来てしまえばそんなに感動が勝ちます。一応ここもなんか階段みたいになってますね。なんか水辺に出れんのかな。これいけるかな。うわ滑りそう。一応つながってるわ。でも一応なんか人が歩いたような跡ありますね。すごいめっちゃこの一応いけるわ。いけるけどこれやばい。クモの巣はないけどめっちゃ草で濡れます。せっかくなんで来ちゃいました。うわクモの巣食らったわ。でも来てよかったわ。やっぱり秘境を歩くのが一番ですね。すごいわ。なんか今までにないわここ。こう歩けるんだね。なんか見たことないなんか珍しいトンボとあとクモの巣が飛んじゃってるわ。すごー。マジですごいここ。なんかマジでなんかもうさタイムスリップしたみたいな雰囲気だわ。すごい葉っぱが落ちてきてさ日差しに反射してめっちゃ光って見えるわ。ホタルみたい。ここにはなんかでっかいなんかいますね。さっきなんかジャンプしてた。なんか近寄ってきた。なんか餌もらえると思ってんのかな。すごいまさかの人がいた。すごい4人組の人が歩いてきたってことは、クモの巣とかはもう大丈夫でしょう。やっぱでも安心感はあるね。人がいると帰りが結構登るね。ということで宇野湖の滝でした。やばい疲れた。階段が若干この苔が生えてるんで滑りますね。めっちゃ疲れた。やばい。下りは楽だったけど上りやばいわ。めっちゃ足にくる。ちょっと休憩してからの出発します。疲れた。上りが想像以上に疲れた。下りの5倍ぐらい疲れるわ。次は、道の駅高千穂まで戻ってお昼ご飯にしますかね。ちなみに駐車場までの道は結構細いので運転に注意してください。そしてついに到着。道の駅高千穂。駐車場は空いてましたね。すごいでかっ。やばいでかすぎて入んないわ。雨のうずめのみこと。面白い顔。道の駅高千穂で、こっちが雨の田力大のこと。こちらの2つの神様は天の岩戸神話に出てくる神様です。天照大神がスサノオノミコトの乱暴に怒り、天の岩戸に隠れてしまったことで世界が闇に包まれてしまいました。それに困った八百万の神々が天の安河原で相談をし、その結果雨のうずめのみことが岩戸の前で面白おかしく踊り、それに合わせて神々が大笑いをして騒いだそうです。あまりにも楽しそうな雰囲気に天照大神が気になり、岩戸を少し開けた瞬間、こちらの雨の田力大のみことが岩戸を開け、天照大神を外へと引っ張り出したそうです。ということで道の駅の中にあるレストランでランチにします。
営業時間は10時半からで、ラストオーダーは2時半だそうです。うどんやそば、定食やカレーなどがあります。先に食券を買うタイプのレストランでございます。カウンター席とテーブル席があります。そして待つこと数分。来ました、チキン南蛮カレー。いや、めっちゃうまそう。こちらのチキン南蛮カレーは1200円でございます。いざ実食。めっちゃ腹減った。久しぶりに旅行先でカレー食べました。いや、めっちゃうまいです。ご飯も美味しいんですけど、このね、カレーのルーとこのお肉がめちゃくちゃうまかったです。チキン南蛮2個なんだ。でかっ。久しぶりのチキン南蛮めちゃくちゃうまかったです。皮の部分っていうんですかね、しっかりね、味が染み込んでいて最高でした。からの高千穂牛コロッケがやってきました。揚げたて熱々でジューシーなコロッケ美味しかったです。個人的にはチキン南蛮が一番美味しかったです。ちなみにレストラン以外にもお土産屋さんや惣菜などが売っています。そして道の駅高千穂の記念切符ゲットしました。ということで道の駅高千穂出発します。スケジュール的にギリ間に合いそうなので、もう一箇所の秘境スポットに向かいます。神社巡りとかは前回1年半前に神社巡りしてますのでね、気になる方はそちらの動画もぜひご覧ください。で、高千穂から延岡の間にも結構ね、神秘的な雰囲気のビュースポットいくつかあるんですよ。今日は行けないんですけど、高千穂に天照鉄道っていうのがあって、旧高千穂路線だっけ、なんとか鉄道を高千穂鉄道だっけ、そのままだったっけな。そこを使ってトロッコに乗って、絶景眺めながらトロッコで行けるんですよ。旧高千穂橋梁だっけな、でっかい橋があるんですけど、そこの上でね、なんかシャボン玉飛ばして景色を見ながら記念撮影するみたいな、そういうアトラクションがあるんですけど、それもめちゃくちゃいいのでおすすめです。日本一の高さを誇ります。いいですので、お土産に旅の記念にぜひお一つ。順番的にはね、なるべく朝早く来て高千穂峡行って天照鉄道行ってで天岩戸神社行ってみたいな。で天照鉄道と高千穂峡のボートは、結構人気なので、早めに行ってって感じですね。で、今から天岩戸神社の西側かな、奥に、川流れてて渓谷があるんですよ。で、天岩戸とはまた別なんですけど、それもっと奥に行くと天安河原っていう神様たちが相談会議した場所みたいな洞窟があるんですけど、そこの途中の遊歩道の雰囲気とかがめちゃくちゃ景色いいんですよ。なので今からそこの渓谷の景色を見に行きます。で、天岩戸方面は、ちょっとまた離れた場所にあるので、道の駅高千穂から車で15分くらいですかね。天岩戸見学したい方は受付っていうか、なんか集合場所があって、で神社の方と一緒に、見るみたいな感じなんですよね。撮影禁止なので肉眼で見学しに行くしかないんですけど、結構遠い場所になるんですよね。あそこにあるのが天岩戸ですみたいな、説明してくれるんですけど、あんまり見えなかったんですよね。あ、看板あった。で、天岩戸の湯、この天岩戸の湯ってスーパー銭湯みたいな温泉とサウナもあんのかな。スケジュールに入れようとしてたんですけど、ゴールデンウィーク明けなので水木、昨日と今日が連休なんですよ確か。だからちょうどね、今日やってないんですよね。それでちょっと時間空いたというのもあって、今から秘境スポットに向かっております。そして到着です。天岩戸神社。天安河原だけだったとしても、多分ここの駐車場を止めるしかないんですよね。観光車両の駐車場はこちらで、ここは500円です。高千穂峡がね1000円って考えると、良心的と言いますか、すごいめっちゃ整備されております。一律500円で駐車券とかはないっぽいですね。ここが満車だった場合どこに止めればいいんだろう。で、ここから15分20分歩いていくんですよね。こちらが先ほど道の駅高千穂にも行った雨の田力尾の御でございます。神社を通り過ぎ道路を進んだ先にあります。ということで神社の先までやってきました。で、天安河原は天岩戸神社を抜けてさらに歩いていった奥にあります。すごいカフェがある。なんかめちゃくちゃ混んでますね。こんな感じで整備された遊歩道を進んでいきます。川の音が聞こえてきた。
いや食後の運動にちょうどいいわ。12分数分歩いてからの階段下っていきます。こっちもなんか道あったのかな。通行禁止。すごい、めっちゃ神秘的だ。さっきの宇野湖の滝とか高千穂峡もめちゃめちゃ良かったけど、ここもまた異質というか独特ですよね。橋の雰囲気とかめっちゃ最高。あ、すごい魚が泳いでるわ。やっぱここの渓谷の雰囲気が、この辺がめっちゃいいね。あ、この辺で記念撮影する人とか多そうだね。なんか歩いた後あるわ。日が差してきてめっちゃいい感じだわ。素晴らしい。しかも道が歩きやすいっていうのもめっちゃいいね。おお、結構深いんだね。すごい、水もきれい。まるで異世界のような神秘的な景色が広がっております。そして天安河原の少し手前の遊歩道まで進んできました。そして天安河原に到着しました。入り口手前は記念撮影の列ができていました。遊歩道はここで終わりなんですけど、このね川沿いの奥の方までね歩いてみたいですよね。めちゃくちゃ神秘的です。めっちゃ奥の方にさ石が積まれてるわ。誰かあそこまで行ったってことか。ちなみにこの辺りにはたくさんの石が積まれております。これは願掛けの石だそうで、願いを込めながら石を積み上げると願いが叶うということで、たくさんの人が石を積んだそうです。すごい、もうめっちゃ記念撮影でめっちゃ混んできちゃった。でもさ、いろんなとこに石積んであるけどさ、でもリアルタイムで石積んでる人見たことないんだよな。いつ積んでんだろうね。ということで無事参拝しました。あんな遠くの方にも石が積んであります。これは本当に人間が積んだのでしょうか。いや、めっちゃいい散歩になったわ。やっと戻ってきた。次はまたちょっと遠いんですよね。また10キロほど進んで山登っていったところに展望台がありますので、そこから景色を眺めようと思います。からのこの景色がめちゃくちゃいいね。この新緑の季節、こんな山奥なのにさ、運転もしやすくて観光もしやすくて、そりゃ混みますわ。そして次の絶景スポットはこの高千穂峡方面を抜けていって第一第二満車だって。朝一じゃないとダメだね。今お昼の、昼の12時40分12時40分で第1第2が満車で、第3か第4にしか止められないそうですね。ってなってくるともう朝の8時、いや朝の7時、第1駐車場に止めたかったらもう朝もう6時とかに出発してこないと無理そうですね。ここもなんかあるね。これも、道の駅的な。ここは第3駐車場だって。へえ。でもここも満車だ。第3駐車場も満車でございます。ここには馬刺しとかそばとか飲食店がありますね。観光客向けの飲食店が連なっております。でこのでっかいバスがいっぱい止まってるところが第4駐車場で、もう第4駐車場も満車になっちゃうんじゃないこれ。そしてどんどん登っていきます。全然車を見かけない。そして駐車場に到着。続いてやってきたのは国見ヶ丘でございます。だからこっちにさ神社もあるんだ。よいしょい。ということでやってきました国見ヶ丘。なんかクマンバチがいる。すげえ、めちゃくちゃ天気いいわ。やばい、クマンバチがいっぱいいる。見てください、この素晴らしい景色。これめっちゃ景色いい。素晴らしい景色ですけど、クマンバチがめっちゃいます。意外と誰もいなかった。ここ国見ヶ丘展望台は標高約513メートルに位置し、高千穂盆地の中で最も眺めがいいとされている展望所でございます。しかも今日は晴れているんでね、最高です。5月に来るのは初めてなんですけど、この景色も最高でした。標高513メートル、高千穂町国見ヶ丘。
そう、ここはね、雲海の名所としても知られているんですよね。2、3日晴れが続いて朝晩の温度差が15度以上で適度な湿度があって晴天で風のない朝に見ることができます。むずいね。9月末から11月上旬が可能性が高いらしいですね。すごいな、蜂がめっちゃいるわ。前回こっち行ってないな。ただクマンバチがすごい、襲ってくることないんですけど、全然どかないんですよ。クマンバチってなんかね、近づいてくるんですよね。自撮り棒でガードしながら行きます。びっくりした。クマンバチは確かね、目がめちゃくちゃ悪いんですよ。メスと間違えて近寄ってくるらしいです。でこんなとこあったんだね。なんかブランコあるわ。初めて知った、こっちは。そしてクマンバチに注意しながらまっすぐ奥まで進んでいくと、これはどこに繋がってんだろう。これ遊歩道なんかな。水飲み場もあるわ。水。すごい。ちょっと待って、初めて来た。クマンバチを避けながら歩いてきたら、なんかすげえとこまで来たぞ。これどこまで繋がってんだろう。なんか歩いてたらすごいとこまでやってきました。さっきの展望台も眺め良かったんですけど、なんかこういうベンチに座ってね、眺めるっていうのもいいですよね。やってきたぜ、国見ヶ丘。360度はこんな感じで大自然の絶景が広がっております。いや、いつかね、雲海見に行きたいっすね。こっちにも展望台があるので階段を進んでいきます。神様たちがいます。で、こちらが展望台でございます。ちょっと木がね、枝が伸びちゃったあれですけど、隙間から景色は見えますね。ここになんかちょいちょいブランコあるな。鳥居もある。でもここで終わりかな。めちゃくちゃお金がある。いやー、国見ヶ丘良かったっすね。奥の方まで歩いてった方がいいですね。めちゃくちゃ良かったな。からの、高千穂観光もね、もう終盤でございます。最後にさっきめっちゃ混んでたガマラセ市場に寄って、なんか良さそうなものがあれば、なんかちょっと食べて、で延岡市街に戻りながら、高千穂から延岡までの間にもちらほらビュースポットあるので、そこで4か所5か所回って延岡市街に向かいます。そしてまた高千穂峡あたりまで戻ってきました。すごいね、団体ツアー。土日祝日だとさ、もうどこに車止めんだろうね。第3も第4も埋まっちゃって、もう止める場所がないんじゃないかね。そしてこの通りに、このベスト電機とかコスモスがある通りに、市場があります。1泊2日で高千穂観光も良さそうですね。なんか1日目は神社巡りで、2日目は絶景スポット巡りみたいなジャンル分けで観光するのもいいと思いますね。よいしょ。でここに旅館があるのか。よいしょ。ここは駐車場空いてましたね。混んでますけど駐車場は何台か空いております。ということで見てきました。アイスとかお土産買うとかだったらこっちもいいんですけど、食事が目的なら道の駅高千穂一択かなと思います。市場でね、これみたいな軽食みたいなのなかったっすね。メンチカツとかあったんですけど、ちょっと揚げ物系はちょっといいかなということで、メンチカツとねハンバーグうまそうでしたけど、このファミマ逃すとしばらくコンビニがないので、ここで調達しておこう。よいしょよいしょ。ありがとう高千穂ということで、高千穂エリアを出発して戻りながら観光していきます。日野影町の絶景スポットやばすぎました。次の動画もお楽しみに。そして滝が見えてきました。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。